皆さんこんにちは。今日も見てくれてありがとうございます。今回は私まさこがケイトの新発売の口紅リップモンスターとリップカラーコントロールベースをどこよりも早く、そして全色分紹介していきたいと思います。ぜひぜひ最後まで見ていってください。 No more rules. Kate. はい、こちらが新発売のリップモンスターになるんですけど、名前からしてなんかモンスターって何っていう感じになりますよね。この口紅の特徴はつけたての色がそのまま長時間持続して落ちにくいっていうところが最大の特徴になっています。高発色な口紅はケイトにも他にもあるんですけど、これはそれだけじゃなくって長時間色も持つし保湿もしっかりしてくれるものになっています。でカラーバリエーションは店頭で7色、それから EC 限定で4色の計11色あって選び放題だし、色の名前もそれぞれすごく可愛いので皆さんお気に入りの1本が見つかるんじゃないかなと思います。で、パッケージは赤色になっていて、いつものケイとちょっと違う感じなんですけど、この唇のアイコンがとっても特徴的です。早速1番の欲望の塊を塗っていきたいと思います。一度塗りするとこんな感じの仕上がりになります。ツヤがあってシアーな感じになります。重ね塗りをするとこんな感じの仕上がりになります。色はもうちょっと濃くなるんですけれども、ツヤはまだ残っています。今回このリップモンスターにはケイトで初採用の技術を使っていて、唇から蒸発された水分を取り込んで密着ジェル膜に化けていくんですね。それで落ちにくくなってつけたままの色が長時間続くものになっています。で、これスティックの方を見るとちょっと色が暗く見えるかなと思うんですけど、でもつけてみるともっと明るくて鮮やかな色味に仕上がります。私今この動画を撮りながらずっと喋っているので、多分私の喋っている呼気とかでだいぶ水分が出て密着ジェル膜にもう化けているんじゃないかなと思います。そしたら今からここに口をつけていきます。見てください。ちょっと試しに他のリップでもやってみますね。今ちょっとレッドヌードルージュを塗ってみたんですけど、これくらい普通についているので、やっぱりリップモンスターはカップにつきにくいなと思いました。続いて他の色を紹介する前にこのリップカラーコントロールベースを紹介したいと思います。普段リップを塗るときに自分の唇の色がちょっとくすんじゃって思ったような発色にならなかったりすることってあると思うんですよね。そういう時にこのベースを使うとこの黄色が唇のくすみを補正してくれて、上から重ねる口紅の色をさらに発色のいい仕上がりにしてくれるんです。実際につけてみたいと思います。そしたらまずは、1番の欲望の塊を上に重ねていきます。ほら、ちょっと仕上がりがちょっと変わりましたよね。唇のくすみだとか、あと上下の唇の色の差っていうのが補正されて綺麗なピンク色になったかなと思います。もう一色、ベージュ系の色3番も使って違う色を試してみたいと思います。ベージュ系の色の上にのせるとこんな感じの仕上がりになります。このベースを使用する時なんですけど、色目も忍ばせイエローって言っているぐらいなので軽く塗ってあげる方がいいです。逆に塗りすぎてしまうと黄身が強く出てしまうので薄く塗ってあげることがポイントです。
それでは次にカラーバリを仕上がりとあとスウォッチと一緒に紹介していきます。まず01番の欲望の塊です。この色は絶妙なピンクレッドです。重ね塗りをするとこんな感じになります。次は2番のピンクバナナです。この色はまろみのあるピンクベージュになります。重ね塗りをするとこんな感じの色になります。次に紹介するのは03番のかげろうです。この色はナチュラルなロゼベージュです。重ね塗りをするとこんな感じの色になります。次に紹介するのは04番のパンプキンワインです。この色は深みを感じるテラコッタブラウンになっています。重ね塗りをするとこんな感じの仕上がりです。次は5番のダークフィグです。この色は奥行きのあるブラウンレッドの色です。重ね塗りをするとこんな感じの仕上がりです。次に紹介するのは06番の2時 AM です。この色はディープレッドの色なんですけれども、この色名に関して言うと、モンスターが活発になる夜中、不気味なダークナイトっていうイメージからこの名前が付けられました。重ね塗りをするとこんな感じの色味になります。次に紹介する色は07番のラスボスです。はい、この色はくすみ系のローズレッドなんですけれども、11本の中で一番絶妙な MLBB カラーになっていて、他の10本にとってはこの子がもう強敵なんですね。なのでこの子を倒せば自分が買ってもらえるっていう意味でラスボスっていう名前がついています。なのでツイッターとかでもラスボスみたいな感じですごい皆さんがリプとかをくださっていたんですけど、その背景にはこんな理由がありました。重ね塗りをするとこんな感じの色味になります。次に紹介するのは08番のモーブシャワーです。安入なモーブピンクの色味で、この色だけブルーパールが入っています。このリップモンスターを使うとどんなメイクが仕上がるかなって気になっている方もいると思うので、今日はトーンディメンショナルパレットの EX4 番とスキンカラーコントロールベースのラベンダーを一緒に使って透明感のある春らしいメイクをやってみました。で、最後にこのモーブシャワーを唇に塗っていきたいと思います。重ね塗りをするとこんな感じの仕上がりになります。春っぽく透明感のある仕上がりになりました。次に紹介する色は9番の水晶玉のマダムという色です。この色はこんな感じのスカーレットレッドなんですけど、この名前も何それっていう感じですよね。皆さん水晶玉の中に映っているマダムって言って想像ってなんかつきますかね。なんかググってもらってちょっと出てくるかどうかもわからないんですけど、なんかそういう奇妙なちょっと不思議な世界、水晶玉の中に生きているこの真っ青な顔のマダムにですら馴染む赤色っていう意味が込められています。今日は前職分の名前の由来を紹介できなくてちょっと申し訳ないんですけれども、もし他の色、この色の由来も聞きたいとかがあればぜひコメント欄で教えてください。重ね塗りをするとこんな感じの色です。次に紹介する色は10番の地底探索です。この色はブリックブラウンの色味になっています。重ね塗りをするとこんな感じの仕上がりです。最後に紹介するのは11番の5時 AM です。この色はダークブラウンになっています。重ね塗りをするとこんな感じの仕上がりです。はい、今回はリップモンスターを紹介しましたが、皆さんいかがだったでしょうか。やっぱり長時間色が持つのだとか、あとマスクをしていてマスクを外した時に唇に色が残っているのはとても嬉しいポイントじゃないかなと思います。
でそれぞれの色名もすごく可愛いので、ぜひ皆さんの推しの色を見つけてみてください。こんな色が可愛かったとか、この色の名前の由来がもっと気になったとか、そういうものがあればぜひぜひコメント欄でコメントを残していってください。ということで今回はリップモンスターの紹介をしました。最後まで見てくださってありがとうございます。次の動画もよかったら見てください。チャンネル登録と SNS のフォローもお願いします。ノーマールールズケイト、バイバイ。No more